おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、こちらの、どういった意味の渓谷を描いていこうと思います。こちらの渓谷ですね。さあ、どういうところをポイントに描いていくかというとですね、動きですよね。で、例えばここを、まず見せ場にしつつ、ここから派生していくような、そして何か光がこっちに入っていくような石のこういう動き。X になる構図みたいなのを今回目指して書いていこうかなと思います。構図的にはそういうところを見せていくんですけども、強弱ですね。抑揚。これ抑揚をしっかりつけれるかっていうところ。例えば、ここのところっていうのは、どちらかというと、グッ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 なんていうの明るい色塗り残しつつも、濃い色グッと置いて、グッと置いて。で、今度抜けていくこういう空間っていうのを空間を意識しながら、意識しながら。そしてまた手前にじゃじゃっと降りてくるところがあって、そこを見せるために周りのこういうところの強いとか、外側から強いとかですね。で、この辺なんかあんまりそんなに仰々しく描くわけじゃないけども、優しく入っている木漏れ日みたいなのとかを利用したり、こういう木漏れ日とかね。それに対して強い強調された線みたいな。抑揚をしっかりつけていく。そんな風に出来上がっていくと思いますので、そういうところをぜひ注目して見てみてください。本日もよろしくお願いいたします。これはね、奄美大島の、たまたま見つけたんやったかな、途中で走っていたら、こんなとこになんか渓谷ってあるやんっていうので、カーナビゲーションに、教えてもらって、行きました。よいしょ。よいしょ。シャ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 。これもスピード感のある、これは写真の写り方なんですけども、こういうスピード感あるものはそういうふうに活かしていこうかなとかですね。で、中心になるこの辺というのが、ここはやっぱ形しっかりと取らなあかんのですけど、しかし、形取るのが大変です。だから形取るだけでも、とかっていう人もいるかもしれませんけどね。平面から平面はね、比較をしながらね、この位置は画面の中で中心よりやや上気味でとかね、画面の中心がこの辺でしょとか、やや上気味でとか、もうその辺がポッと見えてきたりとかすると、そこまで難しくはないんですね。で、特にここの、ところというのは初めの段階でしっかりと形を決めておいて、で、奥から手前に来るぞとかっていう形であるとか、ここはもうとにかく大事にね書いてあげる。あとは適当でいいっていうわけじゃないんですけど、意外と僕はざざっと例えば現地で書くときとかも、この辺りは大事にするけども、他のところはこれぐらいでいいかなとかっていうぐらいの時もありますよ。その目的がやっぱあるので、ここの光を強く描いてあげるんやっていうのが第一目的やったり、ここの水のこういうところを描いてあげるんやとかっていう目的が、あって、で、そこから目を動かしていって、画面が張るように、四隅までピンと張るように、していくということを、やっぱりいい絵って画面の四隅まで緊張感を持ってますので、形との2分ぐらいかな、これで。ある程度濃厚にね、ここのとこのエッジを決めることは濃厚にグッとでさっと水で、その際にちょっと青みがかっているなと思ったりしたらちょっと青を入れてあげて、バーントシェンナと今ウルトラマリンですね。で、外側からまたこっち側から暗く決まっているなというところを見つけたら、よいしょ、グッグッと外側からグッ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 と、ちょっとコンポーズブルーみたいな色かな、バジタなんとかブルーですかね、入れてみて、この辺りだけでも分離色になるので、この辺はやっぱ緊張感を持って、形の外側から決まるところは外側から決まることによってここの水が出てきてるわけですよね。
今日はアルシュ、を使っております。結構厚めのね、アルシュの紫やね、もっとね。こういうとこはこう迷いながらやっていくことによって、迷ったものもいい効果として現れてくることありますからね。で、少しこうドライブラシみたいな感じにしておいて、水と岩のこう接地しているところあたりとかにグググググググ。粗めを僕使うことが多いんですけど、やっぱり粗めのこの、日頃油絵でできないようなですね、体験、ざらついててこう紙の目の中まで入れることの大変さみたいなのは面白がってるんですよ。面白いんですよ。日頃はね、ある程度コントロールをできるような範囲の中で、やってる下地なんで、このコントロールがなかなか効かないという私にとってはね、コントロール効かないっていうと難しいですけど、日頃やっていることが通用しないことがよくあると。そういうのも楽しんでいる。絵を描くことでね、いろんなこうあれがありますのでね。形の出方としては、ぐぐっとこうコントラスト強くついているところと、なんかふわーっとこうしているところみたいなのとかね。一手一手に対してこうやっぱりこういろんなこう自分の遊びみたいなのをできるようになってくるとね、楽しくなってきますよね。今例えば水を入れてみたりで、結構だから僕は結構たっぷり水を使います。薄くちょぼちょぼ描くというよりは水もたっぷりつけて、そしてその一手一手の中にこう偶然的なものを例えば差し込んでみたりとかですね。今日は、28日8月の28日今録画、撮影をしているんですけど、実は台風来てましてどうなるのか。台風来てまして、ノロノロ台風が来てましてどうなるのか。でこの乾かないうちというのに仕事ができる範囲で頑張って仕事することなんですよね。この辺は乾いてきてますね。私はなんか皆さんの作品をこう見ながらですね、たくさんの作品を見させてもらいながら、じゃあ今こういう動画が必要かもなとか、こういう例えば今抑揚があるようなね、例えば習字で書道で書くときも大義そうって書くよりって書くじゃないですか、抑揚をつけて。そういう感じですね。そのイメージをやっぱりこう持ちながら、それでもう筆の使い方はもっともっとこうなんていうか豊かにというか、書道本気でやったことないので、本気でやったらもっともっと豊かに使うのかもしれませんけど、授業でやった範囲やったらね、学校の授業とかで習う範囲やったら、おそらく書道とかやってる人はうまかったりするじゃないですかね。プルシャンブルーみたいなね色をもう少し入れてみましょうか。この段階のこう絵の具のなんていうかですね、この段階でももうすでになんかこう一層目ですけど大きなこうな動き、線の動きみたいなのがある感じしませんか？よし、乾かそうと思います。それでは1層目乾きました。2層目を描いていきましょう。この強弱みたいなのは活かしながらも、もう少し大きな、なんていうか、例えばある程度少し暗めかな、もっと暗めかなとかっていうのを少しこう大きな、色の塗り分けみたいなのを少ししていきましょう。少しね、僕なんかは遠慮なく白とかまで入れて不透明みたいなのも使ったりしてなんかこうねやっていきます。このなんか緑の苔みたいなのも面白いですね。よいしょ。なんて言ったらいいんかな、こういうちょっともうちょっと紫がかってるかなとか
かね、部分的にはこう紫がかってたりとか青がかってるかなとか、そういう大きなこう、塗り分け、こう岩全体が、生の白がない状態みたいなのに一旦こうしてあげたりとか、下の方に行くと全体的にこう暗いこうですね、この辺というのは、影の中に入ってきているという感じを、この2層目によって、離れてみた印象としてはもう岩があって川があるぜみたいなのがある程度見えてくるかなと思います。よいしょ。こうなってこうなってこうなって。で水にもこうちょっとね映っているこの緑が映っとるなとか、この状況がこういう風に映っとるなとかっていうこととかはちょっとこう意識したりしてください。そしてちょっとこう水の雰囲気みたいなのどんな色かな。これは難しいとかね、ちょっと消しゴムで消せるなら消しとこうか。で、また、ちょっと線的な要素が画面の中でこうちょっとなくなってきたなと思っているので、また線でこうなんかこう抑揚をつけるようなこう仕事みたいなのもちょっと入れたくなってきたなという感じで、画面の中でかっちょいい線を少しこう入れてみようかな。こういうのは本当にこうクロッキーみたいなね感じみたいなとこありますけどね。これさ。このなんていうの、ソテツみたいなやつ、これ面白いですね。南国のね、でちょっと、拭き取ったりしましょうかね。激落ちくん光が何本かこう差し込んどるんですね、これね。いいね。この辺にもこう差し込んで、もうまだ乾いてんかな、ここ。いや、わあ、いいね。こういうもうちょっと頭の悪いおっさんみたいですけど、まあ頭の悪いおっさんなんですけど、一回一回こう感動していくことね。ちょっとやりすぎたかな。ビュー。ちょっと光がね、この辺なんか結構ね光っとんなと。ピャピャ。適当にこう激落ちくんを自分でカットして、角を細めたりね、細くしたりですねして、いろいろ自分なりに使い勝手がいいように切ったりとかしながらですね、こうファ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 っと光が入ってきたの分かりますか？いや
もう。綺麗やもう。ここね、ぬるっとここから水がこう、もう、ぬるっと出てた。ぬるっと出てんのに気づかんかった。ここも、ぬるっと出てる。ね。後ろのね、この。うわ、台風すごい。うわ、来たな。まあ、不透明の色が入ってきたり、でまたこの緑のこの苔っぽいこのが入ってきたり、そうやってこうね、全部ベターと追い尽くすわけじゃなく、点々点をこう、でこの苔を描いていく。おもろいな。今ええ感じになってきましたね。自分で言うんだよね。自分で言うんだよね。細かくこう描いていくんですけど、その際、なんか筆の使い方一つであるとか、絵の具のこう乗せ方一つであるとかっていうことをやっぱりですね、淡々としないようにしながらですね、ちょっとこうスピード感ある線を入れてみたりとか、外側から暗い色でグッと決まってきたりとかね。それでは最後の書き込みをしていこうと思います。ネチネチいきますよ。ネチ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 。まあこう作った土台に関してはね、あんまりこう消さないようにしながらも、まあ、密度を上げていけたら理想ですね。なんちゅうの、ベターっと覆い尽くすように描きすぎないようにしながら、ちょっとこう密度を上げていきながら。かなりね暗い色なんですけど、まあ僕は黒を使わずになるべく、茶色と青ウルトラマリンで、なんとかしていってます。ブリブリブリ。で少しこうかすらすように描くところがあったりとかですね、紙のせっかくこう粗めをなんで、こういったものも活かしながらですね、光が当たっているね。ドライブラシみたいな方法とかですね。
まあ、こういうところなんかね、こうだいぶ複雑になってきて、土台の色がしっかりできているからですね。不透明とかも入れたりしていくことによって、全部覆い尽くすんじゃなくて、やっぱり透明水彩の良さみたいなのは残しながら、全部を白で描くんじゃなくて、部分部分でちょんちょんちょんとアクセント、紫の綺麗なアクセントになってますね。よいしょ。午前中撮ったのは、彼岸花の動画なんですね。で、今日は2本目を今実は書いております。これ今夕方なんですけど、はい、来ました。朝も登場した、弟くんがやってまいりました。おい。お、何持ってきたの何持ってきたの何それ。お、ということで、殿様バッタがでかいのがいます。皆さん見えますか？気な取ったんだよな。はい。トクも出る最後に。最後にじゃあちょっとトクほいパパもう終わりだ。おいでこっち。じゃあそこに置いて。よいしょ。というわけで、ございました。最後にはじゃあういちゃーういあ立つのかい、最後サインを入れましょう。本当にいいタイミングで来てくれました。あ、ちょっと待ってね、チャンネル登録。バイバイ。あ、はい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 。もうちょっと待って。最後大事なサインがずれたやないかい。よいしょよいしょ。ということで、ございました。バイバイ。ちょっと待ってさ、これちゃんと外そうや。ちょっとピリピリピリ。いや、トーク外して。あ、こっち。これ。うん、それ。それ。お、いいね。合作ということでございます。お、いい感じじゃん。いけるか。最後、いけ。よし。これね、ある種やから、いける。おーしょ。ある種やから、結構、頑丈でございますので、弟くんが最後、あそこに置かないでよございまして、はい、とこあっち見てカメラ、はい。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録。もうすぐ3歳でございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。